今日はピットに乗ります。4代目のガソリンモデル。小さくて広いというコンセプトはそのままに、乗り味は快適さ重視という方向に大変身しています。ほんとね、多くの方が好印象を抱くと思うような柔らかくてしっとりという乗り心地が魅力的な1台です。それではエンジンかけて行ってきます。試乗して思う特徴は、市街地走行や幹線道路でのクルージングに特化している、そんな印象を受けています。具体的には親しみやすいボディデザインにお部屋みたいな内装イメージ、そして時速40から80キロぐらいで快適な乗り心地。コンパクトカーに求めたいのはこれだわーっていう方も多いんじゃないかと思う魅力です。見た目と乗り味にブレがなくて、優しいボディデザインから想像通りの柔らかい快適性。誰に向けた車かというのがすぐに予想できますので、お母様やおば様、お姉ちゃんや妹ちゃん、その他お知り合いに柔らかいコンパクトカー何かないって聞かれた際にもおすすめしやすい車だと思います。ということで、この4代目フィットでまず取り上げたいのが乗り心地の良さです。単純に柔らかくてしっとりしていて、ポイントはもうほんとこのまんま柔らかくてしっとりという部分です。車重が軽い車ですと、なんだかんだ言ってね、柔らかいのが快適だと思っています。誰でも乗り心地よいって感じやすいですしね。そしてしっとりという部分、なかなか伝わりそうで伝わりにくい言葉ですけれども、自分はこの言葉スムーズにゆっくり上下するみたいな意味で使っています。はい、専門家の方とかね、しっとりとおっしゃっても意味を教えてくれなかったりしますので、間違った使い方かもしれません。なので自分としてはスムーズにゆっくりギスギスせず、そんな意味で使っています。車重軽くてしっとりというのは作り手側としてもね、難しいらしいというのを聞いたことがあります。はい、こうした乗り心地にも一応ね、得意と感じる速度域があります。60キロ前後が得意な速度域で、多くの人に好まれるような乗り心地を体感できるんじゃないかと思います。これに関連して一般的なディーラー市場ですと、この良さを感じられないかもしれない点をお伝えさせてください。100キロ巡航しても悪くない乗り心地ですから、その分と言いますか、低速時にはゴツゴツを感じる時もあります。ディーラーで短時間の試乗をした時、40キロぐらいで走る時間が多かったのですけれども、ちょっとね、良さを感じにくかったです。もったいないって感じですよね。少し速度を上げて車への入力が強くなってきた時に、しっとり感を味わえること、後々気づきました。気になったら試乗時に営業の方にこの辺伝えてみてくださいね。きっと最適なコースへ案内してくれるはずです。リアシートの良さはもうご存知の通りです。より広いハイト系コンパクトと比較しても着座姿勢が良いので快適です。あえて言えばヘッドレストを伸ばさないと座りにくいくらいでしょうか。乗り心地はフロントシートには若干劣って跳ねるのが目立ちます。でもシート座面が柔らかくて厚みもあって座り心地が良いです。そしてシート下に構造物がない関係から乗り降りは非常に楽々です。フィットの内装で取り上げたい点を少しご紹介させてください。まずね、特徴的な部分で言うと、このダッシュボード、この上部がね、横幅がすごくワイドで奥行きも広くてフラットです。特徴的な A ピラー、これね、この車ならではだと思うんですけれども、手前側のね太いのがメインの A ピラーで、奥のね細いのが、これがサブフレームとのことです。この辺りね、すごく新鮮です。目の前の景色もね、新しいものというね感覚がすごく強いですね。でとってもいいんですけど、たまに乗るとね、ちょっとだけ気になっちゃうのがこの A ピラー、上に行くに従ってすぼまっているので、ちょっとねこう迫ってくるようなね圧迫感を受けなくもありません。でもね、そうは言ってもすごい新鮮な景色です。で、インパネ全体で言うと、なんかねこうお部屋みたいなね親しみやすさを感じますよね。ところどころに使われているね差し色が光沢のある白なんですね。ホワイトが入っていて、ステアリングとかエアコンスイッチ、シフトパネルのあたりに使われています。で、エアコン見てみますね。これマニュアルエアコンなんですね。でもこのあたり見た目はオートっぽく見えますよね。
でこれね使ってみてもいい点がありまして、ワンタッチでオンオフできるんですね。そろそろ2時間になります。例えばこれね、今エアコン3メモリ風量出した状態でオフにしますね。でこの状態でまたフンと押すと、前回のね風量の位置と温度と元の位置に戻ってくれます。本当もうセンサーがありなし、温度調整か出てくる温度のマニュアル調整か、その程度のね差じゃないかと思います。でその下いきます。シフトセレクターですね。シフトセレクターは、なんかねメカニカルな響きがある質感とかではないんですけれども、節度感があってね、こうコクコクっと間違いにくい感じで動いてくれます。で、リバースチャイムです。バックチャイムです。上品な感じですよね。でその下いきますね。電動パーキングブレーキ、サイドブレーキですよね。これとブレーキのオートホールドが標準装備みたいです。ブレーキのオートホールドは、システムオンオフのためにセットされるタイプです。であとアイドリングストップ、それからエコモード、いわゆるエコモードのイコンですね。で最後、このステアリングです。ステアリングは一文字とか2本スポークと言われるタイプで、これね自分初めてフィット乗る時まで特になんてことないなと思っていたんですね。でも乗っているとちょっと気になる点もありました。というのもね、例えば駐車場なんかで停止に近い状態でハンドルを切ると上下が分かんなくなっちゃったりするんですね。こうしてもね普通にまっすぐみたいに見えますからね。さらにホンダマークもね、上から読んでも下から読んでもじゃないですけれども、対称なんでね、目印になる部分がちょっと分かりにくいです。で内装ちょっとねいろいろ述べちゃいましたけれども、広くてね開放感あってフィットらしい良さが際立つ内装だと思います。あと追加で良いと感じたのがメーターの表示です。日本語表記が多い感じがします。アルファベットで略すより馴染みやすいというか、覚える必要がないですよね。走行中のアラートも大きな文字で日本語で表示してくれてました。逆にって思ったのがラゲッジスペースに照明がなかったことです。スマホで照らして大変でした。帰って調べたらガソリンモデルにはこれないそうです。ホンダのハイブリッド推しがはっきり伝わってくる点ですね。乗り心地重視で快適な反面とくる部分もあります。フィットで言うとハンドリング。でも一人乗車とリアシートに同乗者がいる時で感覚は大きく変わりました。一人の時はちょっと気持ちよくないと言いますか、自分的に微妙でした。気になるのは可動特性。軽いハンドルと車のロールとステア、タイミングとスピードの一体感。コーナーでは内側が伸びて外側が縮んでワンテンポ置いて曲がり始めます。そしてその際遅れて頭上がグラッとするような、そんな感覚を受けちゃうんですよね。できるだけ丁寧に運転してこんな印象でした。でリアシートに同乗者がいると全く変わります。フロントの軽快感がなくなりますが、その分サスペンションとのバランスがマッチしたように不快感が消えます。センタータンクだからというのがあるのかもしれませんが、リアが重くなったという変化がすごく大きくてはっきりと違いが出ます。違いを体感することは楽しいですし、車的に多人数乗車を優先しているとすればなるほど納得です。あとブレーキは全然違和感なくて、ペダル合成は適度に軽くて車によく合ったタッチだと思いました。そしてブレーキホールドからの発進もガクンとかせずに良かったです。そしてエンジンは高回転で個性的特徴的な音をしていまして、音量も大きいです。そしてこれが脳内に残ります。質感としては音は元気だけど振動は相当にカットされています。さすが4気筒というよりさすがフィットという感じで乗員に伝えません。意地悪に静かな場所で集中しても音がなかったらエンジンかかってるのかわからないくらいです。続きましてはボディ見切りと車両間隔の取りやすさ。フィットで最も特徴的なのは A ピラーの構造でしょう。すごく新鮮な景色で機能的にも効果を体感できました。斜め前のコーナー奥とか横断歩道を渡る通行人とか確認するのに良かったです。足元
タイヤの付近の感覚なんですけれども、ここはまた別で、どんなに視界が広くても空ばっかり見えたって意味ありませんからね。ここもというか、ここはというか、ここもフィットらしいというかすいません。慣れが必要かなという印象です。自分は狭いところが苦手なので、もうちょっとなんとかというのが本音です。そしたら今回の大きな声じゃ言えないこと、さりげなくホンダの DNA を感じちゃった部分、それはシートポジションです。シートリフターが相当下がります。筆者の体型でハンドル上部と目線が同じくらいまで下げられちゃいます。スーパーローポジションのシートレールをつけたようなレーシングポジションといいますか、そんな感じで内装に埋もれるように、そんな感じにも座れて気分上々です。一応ね、運転は難しくなります。かなり下がります。あとはボディデザイン。このフィットは乗ると良い車なんでね、言われちゃってますからね。自分たち一応ね、ちっぽけですけれども、イラストレーションとかデザインの仕事をしていますので、ちょっと思うことを述べさせてください。勝手に思うのは、コンセプトに合った乗り味と統一感のある優れたデザイン。コンセプトが何かは分かっていませんが、乗る前から乗り味が想像できます。そして個性的な A ピラー構造も違和感なく溶け込んでいます。でも正統派で素晴らしいって評価してもらうのは、もしくは物が売れるのはすごく難しいです。つまるところ、実際買うとなったら何か一味追加で欲しいかななんて思っちゃいます。買う前はね、で買っちゃえば最高と思えたりするでしょうから、分かっちゃいるけどっていう感じですかね。まとめとしてどれぐらいの登録台数があるのかチェックしてみました。一時期はフリードを下回る時期もあったそうですけれども、いかがです？多いけど物足りない、そんな感じでしょうか。自分がフィットを見に行った時は一時受付中止という話でしたし、もしかしたら生産の影響から登録台数を増やせないというのも理由の一つかもしれませんね。あとは NBOX との競合も営業さんおっしゃってました。っていうか、これだけ販売されているんだったら、不人気ってね、騒ぐほどじゃないなと思ったりもします。すべて順調に回れば良い勝負してくれそうな気がします。私どもこれからも特徴を分かりやすく、車選びをもっと楽しく動画をアップしてまいります。よろしければチャンネル登録等で応援していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。